こんにちは、僕です。今日は成田空港からシンガポールへと向かいます。今回僕たちは品川駅から京急に乗り換えなしで成田空港に着きました。電車を降りたらエレベーターで上へと向かいます。エスカレーターを上がったところにカートがあるので、必要な方は使ってください。登ったら出口の表示に向かって進みます。改札を出たら今度は国際線出発の案内を目指していきます。進んでいくと北ゲートと南ゲートに分かれます。航空会社によってゲートが違うので、こちらを参考にされてください。今回僕たちはジップエアーを利用するので、北ゲートへと向かいました。こっちに行くとマックやスタバといった飲食店もあります。北ゲートに到着したらチェックインを行います。ジップエアは C レーンでした。自動チェックインが簡単ですが、心配な場合や手荷物を預けたい場合はすぐ近くの友人のチェックカウンターでチェックインを行ってください。さあ、あとは出国審査へと向かいます。こちらですね。ここに入ったらもう出られません。お見送りなどでもう少し一緒に時間を過ごしたい場合は、5階のこの辺りに食事しながら食べられる展望デッキもありました。飛行機を見て出発までの時間を潰すのもいいと思います。またこの辺りには小さなキッズコーナーもありました。もちろん出国検査後にもキッズコーナーや食事はあるので安心してください。それでは出国検査へと進みたいと思います。子連れやお手伝いが必要な方は専用レーンを使うとスムーズに入ることができます。手荷物検査と出国検査が終わったらコンビニやカフェもありますし、キッズコーナーもこの辺りにあります。余裕を持って検査を終わらせて出発までの時間をこちらで過ごすのもいいと思います。荷物を持って息子の手を引いていたら無料でこの車に乗せてもらいました。そしてついでに案内もしてもらいました。キッズコーナーでは飛行機を見ながら時間を潰すことができます。すぐ近くに授乳室もあります。キッズコーナーで子どもたちの体力をギリギリまで削りたいところです。遊んだ後にマックで食べようと思ったら大行列でした。買ってから遊べばよかったなと反省です。今回利用するジップエアでは機内食は事前予約となっています。機内食を予約しない場合はこちらのセブンイレブンで購入して持ち込むこともできます。機内でも注文できますが、予約した方の後に提供されるので遅くなります。ちなみにこちらの機内食、カレーが1600円、お蕎麦が1400円でした。ジップエアの座席はこのような感じです。LCC ですが狭すぎるということはありませんでした。ただご覧の通り座席にスクリーンがないので映画鑑賞で時間を潰すことはできません。あらかじめスマホや iPad などに見たい動画をダウンロードしておくことをお勧めします。テーブルはこのような感じで小さくしたり広げたりすることができます。またこの部分にも小さなテーブルがあって、ここにスマホなどを置いて動画を楽しむこともできました。充電も全席についています。 USB 対応だったりユニバーサル対応のコンセントもありました。飲み物や食べ物は別料金となってしまうので事前に買っておくことがおすすめです。現金は使えないのでクレジットカードの準備をしておいてください。機内は無料で Wi-Fi が利用できますが、つながりにくい感じだったので、つながればラッキーといったぐらいの感覚でいるといいと思います。子供用にエアフットクッションを使いました。離着陸以外の時間であれば使っていいそうです。長いフライトなのであると助かりました。
窓はこのようなタイプで完全遮光は難しいです。現在シンガポールの入国前にはシンガポール入国の電子申請が必要です。最悪到着してからでも申請可能ですが、時間がかかるので早く入国したいという方はあらかじめ出国するまでに電子申請を済ませておくと良いと思います。シンガポールに着いたらこのアライバルの表示に向かって進みます。入国審査の列に並んでパスポートを提出すれば完了です。シンガポールの旅をお楽しみください。それではまた。バイバイ。